卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。はい。皆さん、こんにちは。沖野です。ということで、今回は3月、卒業シーズンということで、卒業を控えた高校3年生のバイセクシャルの男の子からの相談のお便りを読んでいきたいと思います。今回お送りいただいたのは、このさん男性18歳の方からです。中高一貫校に通っているサッカー部高3倍の男子です。いつも素敵な動画を拝見させていただいています。僕から取り扱っていただきたいのは告白すべきか否かです。同じ部活でキーパーをしている男友達 S に中学2年の時から片思いをしています。S とは中学のサッカー部から仲が良く、部活の遠征の際のバス移動や合宿の就寝の時も隣にいるくらいの関係です。S はキーパーゆえ身長も高く、かつ顔もイケメンで火の打ちどころがないような人ですが、告られたことはありつつも彼女がいたことは一度もありません。そのため部活の休憩時間や S 含む4、5人ほどの友達とお弁当を食べているとき、じゃれついたりするときに S も僕のことが好きならなと苦しいような気持ちになります。また S からバックハグをしてきたり、背が低めの僕の肩に顔を乗せたり、試合終了後に不意にコートの外までお姫様抱っこをして運んだりと、他の友達には行わない言動がより僕を悩ませます。S のことが好きなので、今までの S の言動から告白するか迷っています。僕と S は学校は違いますが、東京の大学に進学することが決まっています。卒業の時期も近いので、告白すべきか否か、沖野さんとしての意見を参考にさせていただきたいです。はい、ありがとうございます。正直、このチャンネルをめちゃくちゃよく見てくれてる人からすると、こういうお便り読むの何回目って思った人もいると思うんですよ。で、自分もこれ読むか迷ったんですけど、何度も来る質問、似たような質問何度も来てるんですけど、っていうことは、同じように悩んでる人もたくさんいるだろうなっていうのと、全員が全員このチャンネルを毎回見てるわけじゃないと思ったので、卒業シーズンに改めて読んでみようかなと思って取り上げてみました。告白すべきか否かっていうのを聞かれてるんですけど、この文章を読んだだけね、この情報量の中で、この状況で告白すべきか否かっていうのを相談されたら、告白すべきだと思います。珍しいでしょ、昨日がすべきっていうの。告白すべきというか、他人が告白すべきだよっていうのも変な話だから、したらいいんじゃない？してみたらいいんじゃない？っていうぐらいのテンション感ではあるんですけど、ただ、告白すべきイコール、うまくいくと思うよっていう意味じゃなくて、告白してもいいんじゃない？でもうまくいくかはわかんないけどねっていう感じのちょっと意地悪な回答になっちゃいます。こういうお便りすごく多くて、のんけに告白しようかなどうかなっていう学生さん多いんですけど、いつも言うのが、告白した時にうまくいけば何の問題もない。うまくいかなかった時に自分の心のケアができるような状況をちゃんと用意してますかっていうのを毎回確認してるんですけど、例えば部活内に恋愛相談をしてる子がいて、その子は何があっても自分の味方でいてくれるとか、クラスでもいいし、学校の先生に信頼できる人がいるでもいいし、最悪学校から逃げ出した時に親とか兄弟とか周りの人が自分を助けてくれる。他の居場所、逃げ場所、頼れる相手、相談できる相手、そういうのがいるんだったら告白するのも一つありかもねって思うんですけど、ただ、卒業シーズンって一種のボーナスタイムみたいなものだと思っていて、特に高校から大学、高校生って就職する人もいるし、地元に残る人もいれば上京する人もいて、みんな本当にチリジリに結構なったりするので、人間関係を良くも悪くも引きずりにくいと思うんですよね。だから仲良くしたい、ずっともだよとか言ってても、実際卒業してから全然連絡取らなくなるような仲良しグループもあるし、同じ東京には行くっていうことなんですけど、東京も言っても広いので、今回大学も違うっていうことだし、後腐れなく、仮にその子に告白をして、その子とギクシャクしちゃったり、距離を置かれても、あんまり実害がないんだよね。例えば、あとは周りに話されるみたいなこと。あいつに告白されたとか、あいつ男好きらしいよ。悪意を持って言われることもあるし、悪意なく、その人が抱えきれなくて、アイティングされちゃうこともあるんだけど、そこに関しても最悪同じ高校とか中学の人たちと距離を置いて東京生活を満喫するっていう選択肢が今回取れるタイミングではあるので、これを見た時には卒業してるかもしれないし、これから卒業式っていう可能性もあるんですけど、上京するまでの数週間とかあるじゃん。そういうタイミングで言っちゃえば、うまくいけば、もちろんそのままイチャイチャラブラブでいいし、うまくいかなくても仲良くしてくれるパターンだったらそれまで通り友達付き合い続ければいいし、うまくいかなくてなおかつ相手から嫌な顔されたとか、暴言を吐かれたとか、そうじゃなくてもちょっと距離を置かれたとか、周りに広められたってことがあっても、新しい大学で自分の新しい生活、学校生活、キャンパスライフを楽しめば、全然何の問題もないっていう意味では、通常よりはだいぶ言いやすいタイミングだと思います。これがクラス替えしたばっかりの高校3年生の4月とかだったら、その後のことも考えとかないと、そういう意味ではね、今回のこのタイミングだったら、ちょっと普段よりは言いやすいのかなっていうのが、告白してもいいんじゃないって思う。あとは、告白すべきか否かとか、相談してくる人って、ほとんど共通してると思ってるんですけど、みんな、
告白したいと思ってる人だと思ってます。沖野は。人に相談してる時点で、タイミング的に比較的言いやすい。新しい生活に切り替えやすいっていうのと、もう一つは、やっぱ言いたいんじゃない自分がって思うと、そしたら言わないで後悔するよりは言って後悔した方が、後々、後から振り返った時に、その瞬間は辛いと思うけど、結局糧になる可能性もあるよって思うと、これが言ってもいいのかなって思う2つの理由です。今告白する時のメリットばっかりお話ししたんですけど、じゃあ告白しないパターンがそんなにダメなのかなしなのかって言ったらそんなこともなくて、例えば同じ東京に進学する。で、大学が違っても連絡を取り合う仲みたいなのを継続できる可能性が高いのは告白しない方かもしれないなって。高校の同窓会とか、地元にね、お盆とかお正月みんなが帰るようなタイミングでサッカー部で集まろうよみたいな。OB で集まろうよみたいになった時とかに、ちょっとその子に告白してうまくいかなかった。だから生きづらい。とか、そういう可能性はなくはないかなって思います。あとは、後々振り返ると告白できなかったことも一つのいい思い出になるっていうパターンもあります。そういえば中学高校の時 S のこと好きだったなとか、思い出が尊いみたいな。必ずしも当たって砕けるのがいいとも思わないっていうのはありますね。うまくいくとは思ってませんよっていう話を、ちょっと意地悪なね、お話をしたと思うんですけど、まず一つ目に、恋愛の時に、また二つのスタンスの人がいるんですよ。一つは、恋愛してる相手に結構期待しがちな人、すべてをプラスに捉えちゃう人と、逆にネガティブになっちゃう人がいて、コノさんは多分こっち、ポジティブになっちゃうというか、自分は特別かもとか、うまくいくかもとか、S は自分のことを特別に思ってくれてるかもっていう風に寄っちゃいやすい人なのかなっていう気がしてて、それが行き過ぎると、ストーカーとかね、そっちの逆恨み系の人になっちゃって、そこまでではもちろんないと思うんですけど、っていう恋愛スタンスの人、これは別にゲイだからとかじゃなくて、男女でも起こりうるし、ゲイ同士でも起こりうるし、もちろんゲイからノンケに対しても起こりやすいかなとは思うんですけど、っていうのを考えると、ちょっとこれもバイアスかかってる可能性があって、この文章自体に。周りから見ると、ただの本当のじゃれ合いとか、二人の関係性はもちろんあるんですけど、それと合わせて、コノくんのキャラがあるんじゃないかなって思う。多分可愛らしくて、ちょっと小動物っぽい感じとか、もしくは姫系男子みたいな。自分が学生の頃もいました、そういうちょっと膝の上に乗せられる系男子みたいな人とか。もしかしたらコノくんがちょっとそういう可愛い感じで、そこも含めてのノリでやってるっていう可能性がちょっとあるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはね、そのゲイとかバイセクシャルって言われてる人って、大体どういう研究とかアンケートを見てても、10% 前後10人に1人とかそのくらいだと思うんですよ。サッカー部ちょっと何人いるかわかんないですけど、仮にじゃあ3年生のサッカー部が10人いたとするじゃん。この部活に。そうすると、ゲイとかバイセクシャルの男の子って1人とか、多くても2人とか、そのくらいなんですよ。確率で言うとね。もちろん実際はもっといる場合もあれば、1人もいない部活だって、それ10人だったらあるけど、10人のうち、まずコノくんが1人バイセクシャルの男子がいるわけ。もう1人いるかどうか。で、なおかつそれが S 君で、S 君がコノくんのことがタイプ、いわゆるいけると思っていて、なおかつ付き合いたいと思っていてとか、そこの確率まで考えるとめちゃくちゃ正直低いと思うんですよね。だってゲイ同士の恋愛だってそんなうまくいかないから。男女の恋愛もそうでしょ。確率で言うとやっぱりあんま高くはないと思う。期待しちゃう気持ちは全然わかるんですけど、あんまり期待しすぎない方がっていうか、もしかしたらカミングアウトしてないだけでね、S 君がそのゲイとかバイセクシャルの可能性がゼロではないんだけど、可能性が8割9割あるかって言われたら、やっぱり 1% もないぐらいの確率じゃないかなっていう。たまにこういう話聞くんですよ。同じ部活で、同じ職場で、のんけだと思ってた人と付き合いましたみたいな。でもそれって全国に何千何万と片思いしてるゲイ、バイセクシャルの男の子から見た時の何百何千何万分の1の確率だと沖縄は思ってるんで、コノくんと同じように悩んでる人、のんけに恋してる人が全国にいっぱいいて、付き合える人は本当にごく一部なんで、たださっき言ったように比較的言いやすいタイミングではあるから、自分が後悔しないために言うっていうんだったら全然ありだと思う。ただ逆に言うと何もしてなければ奇跡的にね、S 君が実はゲイとかバイで、コノ君のこと好きでってなった時も、やっぱどっちかが動かないと何も起こらないってことを考えると、このタイミングだったらチャレンジしてもいいかなっていう意味での告白すべきか否かで言ったらすべきっていう答えを沖野は出させていただきました。参考になるかわかんないんですけど、多分したいと思ってると思うんですよ。こういうお便り送ってくれる人はね、さっきも言ったけど。なので、したいんだったらしたらっていう、すごいシンプルに言うと、そういう感じのタイミングかなと思います。ということで、卒業シーズン、おそらく似たように考えている人、全国にたくさんね、中高生の子いるんじゃないかなと思うので、少しでも参考になったら嬉しいです。今回の動画、何か役に立ったな、面白かったなって思った人は、いいねとチャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いします。そしてメンバーシップの方でもお便り読んだりしてますので、もしよければそちらもチェックしてみてください。それでは、バイバイ。